これでわかるジョルジュ・サンド。フランス19世紀の作家。ロシアの文豪ドストエフスキーが高く評価をしていたことがよく知られています。彼女はたくさんの趣味がありました。楽器の演奏ではピアノ、ハープやギター、絵も描きましたし、演劇も好きだったので自宅で演劇を上演したり、また自然を愛する人だったので森の散策や家庭菜園、料理の趣味もありました。フランス中部ノアンにある彼女の家で田舎料理を出します。ノアンはパリから馬車で30時間もかかるところでしたが、名だたるゲストたちが来ました。ショパン、リスト、バルザック、アレクサンドル・デュマ、フロベール、ドラクロワ、ナポレオン三世など、様々なジャンルの芸術家たちと交流がありました。彼女は男装を好んでしていたため、レズビアンと思われたりもしていましたが、実際には数知れない男性遍歴がありました。さて、一体どんな人だったのでしょう。ジョルジュ・サンドの生涯を覗いてみましょう。本名オロール・デュパン。1804年パリに生まれる。ナポレオンが皇帝に即位した年です。父はポーランド王室の血を引く軍人貴族。母は小鳥将の娘でした。オロールは、私は貴族とボヘミアンから生まれた娘と言っていたとか。オロールが4歳の時、弟が生まれますが、生後3ヶ月で亡くなり、その2週間後には父が落馬事故で亡くなっています。オロールの養育権をめぐり、母と父方の祖母が揉め、祖母が勝利。フランス中部の田園地帯にある祖母の家、ノアンの館にて暮らします。祖母は食卓に着く時もダイヤのアクセサリーをつけるような人で、しつけにも厳しかったのですが、オロールはだんだん祖母の堅苦しいしつけに反抗するようになります。すると祖母はオロールが13歳の時、貴族の子女として育てるため、彼女をパリの修道院に入れました。2年3ヶ月後、寄宿生活を終えてノアに戻ります。その頃祖母は病と戦っていました。オロールは夜なべで看病しました。この時祖母の蔵書を片っ端から読み漁ります。文学書や哲学書など、とりわけルソーに影響を受けました。文明社会を自然状態からの堕落とみなす考え方や、平等と博愛の精神に強い感銘を受けたようです。やがて祖母が亡くなり、膨大な財産を相続。18歳の時に結婚。夫カジミールとノアンに住みます。1823年、息子モーリスが生まれ、6年後、娘ソランジュが生まれています。夫は芸術には全く興味がありませんでした。本の話もピアノの音も彼にとってはただの退屈な雑音でした。考え方も彼女とは全く違う保守的なタイプ。この当時は結婚すると女性は夫の所有物のように扱われていた時代ですが、哲学書を読み漁り、特にルソーに影響を受けていた彼女は平等でないことに疑問を持ちます。二人は会うはずもなく喧嘩ばかり。ある日オロールは夫が彼女を批判した文章を見つけ激怒します。ただ法の決まりによって離婚はできませんでした。その代わりオロールは3ヶ月ごとにパリとノアンを行き来する権利を得ました。息子はノアンに残り、娘は3ヶ月パリで過ごしました。生活費はオロールが祖母から受け取った遺産を夫経由で仕送りしてもらいます。夫が財産を管理するという習わしでした。ナポレオン民法典では、妻は夫の保護を必要とする未成年者と同じと規定されていて、妻の財産を夫の管理下に置くとされていました。またカトリック教会が定めた離婚禁止令もあったので、離婚という道はなく別居という形になったのでした。3ヶ月ごとの自由を手に入れたオロール、ちゃんと楽しんでいました。この時オロールは市長の息子で年上の青年ステファーヌに恋をしていました。その恋が終わると、今度はパリで法学を学んでいたジュール・サンドに恋をして、パリでの滞在を半年に延ばしてもらうことを承認させたりしていました。ただパリでの生活はなかなかお金がかかりました。出費を抑える目的もあってオロールは男装して街へ行きました。当時上流階級の女性たちが身につけていた長いスカートは歩きづらいし、裾がすぐ汚れてしまいます。
靴も歩き回るのには適していません。なので代わりにズボンとチョッキ、丈夫なブーツでいろいろな場所へ行きました。また女性の学校だと入れない裁判所などにも入れるというメリットもあり、男装を活用しました。自分でお金を稼ぐことも考えます。そしてル・フィガロに寄稿し始め、自ら稼いだお金で芝居などに出かけるようになりました。小説ローズとブランシュを作家志望のジュール・サンドとともに J. サンドのペンネームで出版。翌年28歳の時、今度は彼女一人でアンディアナをジョルジュ・サンドという名で発表。ジョルジュはノアにあるベリー地方の人の意味で男性名。またスペルはフランス式ではなくイギリス式で S が省かれています。なのでこのペンネームは家族から受け継いだものでもなく、女性でもなく、またフランス人の名前でさえもないという、いろいろなことから自由になりたい彼女にぴったりのペンネームなのではないでしょうか。自由というものが大切だったのは、この小説の主人公のセリフからもわかります。セリフ。私が奴隷であなたが主人だということは分かっています。この国の法律があなたを私の主人にしているのですから。ですがそのあなたにも私から考える自由を奪うことは決してできないのです。さて、ここからはオロールではなくサンドと呼びます。では、恋を浮き女性サンドの恋人たちの一部をご紹介。ミュッセ。ロマン派主人アルフレッド・ド・ミュッセと恋に落ち、人目を避けて会うためにベネチアへ行きました。ですが、そこで出会ったパジェロ医師と今度は恋に落ちてしまったとか。ショパン。一番有名なのがショパンとの恋。映画化もされています。1836年サロンで出会っています。サンド32歳、ショパン26歳。サンドは儚いところのあるショパンに惹かれました。病弱なショパンを見守る母のように寄り添います。病気には太陽がいいとのことで、結核の咳をするショパンと子供たちとスペイン領マヨルカ島へ行きました。1ヶ月で元気になったものの、12月大雨警報。咳はひどくなり、島民たちが結核感染を恐れたのもあり、翌年2月フランスのノアンに戻りました。サンドは社会主義者たちの会合に行くため、よくパリへ向かいました。応答派のショパンには理解できません。ただそこは2人を遠ざける原因にはなりませんでした。2人を遠ざけた大きな原因はサンドの息子モーリスでした。母が大好きな彼はショパンに嫉妬します。サンドはうまくバランスを取ろうとしますが、結局は息子モーリスの心の安定を取ります。そしてそれが原因でショパンはノアンを離れました。こちらの絵をご覧ください。フランスロマン派の巨匠ドラクロワが描いたジョルジュ・サンドの前でピアノを聴くフレデリック・ショパン。ドラクロワはサンドの友人でした。そしてこの絵のためにアトリエにピアノを入れて、1838年半ばにデッサンを始めました。結局完成されず、アトリエに置かれたままの状態でドラクロワの死後発見されます。その後、なんとこの絵は別々に切り分けられ、ショパンの部分だけルーブル美術館所蔵になりました。サンドの部分は競売でデンマークの実業家に買い取られ、今はデンマークのオードルプ号美術館に展示されているようです。ちなみにモーリスはドラクロワに8年間絵画を習い、風景画やサンドの小説の挿絵を手掛けています。銅版家アレクサンドル・マンソー。1849年、息子モーリスが友人マンソーを連れてきました。サンド45歳、マンソーはモーリスより5歳年上の32歳。2人は恋に落ちます。年は若いのですが、それまでの人と違ってマンソーは安定した精神と自活するための職を持っていました。華やかなところはなく、無口な職人肌の彼。そんなマンソーがサンドのそれまでの人生をガラッと変えます。激しく傷つけ合うことの多かった恋愛をしてきた彼女にとって、彼は安らぎを与えてくれる唯一の人。サンドの言葉です。完全に個人的な情熱を叶えることは陶酔、もしくは快楽というものであって幸せではないのです。幸せとは継続するもの、壊れることのないもので、そうでなければ幸せとは呼べないのです。また2人は自然への愛情を共有することができ、
一緒に緑や昆虫にも夢中になりました。ただ1865年、マンソーは結核で亡くなってしまいます。一緒にいた15年間、サンドは穏やかな気持ちで机に向かうことができ、26冊の小説に20ほどの戯曲を残しました。彼女の交友関係はとても広く、友達もたくさんいました。特別美しかったり会話術に長けていたわけでもないサンドでしたが、愛情にも他の何においても気前がよく、周りの人に与え続ける彼女。晩年まで信奉者は増えるばかりだったようです。サンドの言葉です。私にできることは愛すること、そして理想を信じることだけです。さて、自由を求め独自の生き方を選んだジョルジュ・サンド、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。